This is something Japan has been extremely famous for internationally, having a countless number of journals which anyone can satisfy their sexual predilection, and thousands of young women getting into the industry and producing so many every year. But behind the multi-billion-dollar industry, there's ugly truth that you might not know yet. Anyone watching Japanese porn, have you ever wondered, is this Japanese girl on my screen filmed with her consent? If you never thought about that, you better start thinking about it. Because this is a serious issue and destroying so many women's entire lives terribly. Actually, they receive so many messages from those women, and the number has been increasing. どういったその手口といいますかで、AV に出演してしまうケースがあるんですかね。一つ大きなパターンとしてあるのが、街中で、例えば渋谷とか原宿ですとか、大きな若者の集まるそういった繁華街で、斡旋業者の人たちにすごくしつこく声をかけられて、モデルに興味ないとか、タレントになれるよとか、断っても声をかけてくるので、分かったと。事務所に行って話を聞くだけ、話を聞いてあげれば諦めるかなっていう思いで、とりあえずじゃあ話を聞きますっていうことで事務所に行くと、もうそこにすでに男性3人ぐらいに囲まれて、事務所に入るように、君は可愛いから絶対に売れるよとか、一生懸命が興味ないですっていう風に断るんですけれども、それでも全然返してくれない。根負けをして、とりあえずサインだけするっていう風に、事務所に所属するっていうようなサインをしてしまったっていう方もいらっしゃいます。やっぱり契約を断らなければいけないっていう風に思って、断りたいですっていうような電話を事務所にかけるんですね。じゃあ、契約解除のために事務所に一回来てもらう必要があるからっていう風に言われて、仕方なく彼女は事務所に行ったところ、その場で強姦されてしまって撮影されてしまったっていう、そういった相談もあります。その映像を事務所側に、メーカー側に持たれていることを考えたら、もう物が言えなくなっていってしまうんですね。なので、その後も動画に出させられてしまって、何本も出た後でようやくパプスに繋がってくださった。やりたくないんだけれども、出演しなきゃいけないんでしょうかっていう感じで。あと、多い傾向としまして、主に大学生の方とかで、高収入のバイトとかを探していると、パーツモデルですとか、モニター、グッズモニターっていうような、アダルトビデオっていう言葉は一切書いていなくて、ヘタレみたいな、その足だけの撮影だとか、それで、お金もらえるんだったらっていう風に言ってみると、全然、違った AV もあるよ。そっちの仕事もあるけど、今はそっちよりも AV が稼げるからっていう風にどんどん説得されていって、もう行ってしまった先で断れなくなってしまって出演に至るっていう方もいらっしゃいます。今回ですね、自分の意思に反して AV に出演することになってしまった女性にコンタクトを取りました。身元を明かさないという条件でお話を伺うことができましたので、彼女の経験についてシェアさせていただきたいと思います。あの日は東京にいて普通に道を歩いてたんですけど、女の人に急に声をかけられたんですね。ファッションモデルのスカートをやっていて、あなたがすごく綺麗に見えたから声をかけたって言われて、いや正直嬉しかったし、なんかおーっていう感じだったし、なんか夢が叶うみたいな。実際もうその日にすぐ事務所に行って契約書にサインしてしまったんですね。プロモーション動画に出させてくれって言われたので、撮影の日実際行ってみると、カメラの前でセックスするっていう風にいきなり言われて、いやまさかありえないでしょって感じで、意味がわからなかったし、もうすぐに逃げ出したかったです。でもそこには15人ぐらいの男の人たちが待っていて、何も言えなくなってしまったんですね。というか体全体が完全に固まってしまってました。そういう感じの私をプロデューサーの人が見て、これだけ準備させといて、今更やらないとかないよね。だって契約書にサインしたでしょって。それでもうやるしかないなって思ってしまいましたね。断ったら自分が不義理なんじゃないかみたいな、悪いんじゃないかっていうような気持ちにさせられて、それと同時にやっぱり絶対見バレしないからとか、出ても絶対にバレないよっていう風にメイクもするから、普段と違う全然違う顔になるし大丈夫だよとか、実際はそんなことはないわけですよね。一度映像になってしまって、それがネット上に上がってしまったら本当にもう無限に拡散されていってしまうっていう可能性があり得るにもかかわらず、そういったやっぱり不利益な事実はメーカー側や事務所側は一切伝えませんので、今振り返るとやっぱりすぐに断るか逃げるべきだったと思うんですけど、
契約書にサインしたっていうのは本当だったので、その時言われたのが、モデルとして成功するためにはこれは必要な道だからって、他のモデルや女優さんたちはみんな通ってる道だからやるしかないよって。無理やり事務所に連れて行かれて、無理やり契約書に腕をこうやって無理やり書かされてなんていう被害はやっぱりないんですね。だけれども、断れない状況に持ってかれてしまって、時間をかけて、労力をかけて、君の面接をしたのにもかかわらず、それで仕事できないなんて、そんな迷惑かけられないよと。今更断れないよっていう風に言われて、断れないんだっていう風に思わされてしまったっていう方は大勢いらっしゃいますね。At this point, you might be thinking, that's still a crime, right? Isn't it illegal in Japan? But even if it's punishable, it's so difficult to prove or show any evidence for that. プロダクションからですね、この仕事断ったら違約金何万円発生するとか、何百万だったり何千万だったりするわけなんですけれども、加害者側、業界の側っていうのは、自分たちがこの言葉を文字に残してしまったら不利益になるっていうようなことは全部電話ですとか口頭で文字に残らないような形で被害者に伝えているので、もちろん警察に行かれた方もいらっしゃいますけど、過去には出演させられてしまって、でももうやりたくない、でも契約上であと2回出演しないといけないというふうに言われていて、どうしたらいいかっていうふうに警察に駆け込んだ先で、警察がその契約書を見て、あと2本出演すればいいんじゃないっていうふうに言ったっていう、これ大問題だと思うんですけど。メディアに出てる方々や、のび太さんがインタビューされた女優さんたちって、皆さんポジティブな経験を語ってるじゃないですか。まるで AV 業界には何も悪いことはないみたいな。でも実際私みたいに性的搾取を受けたり悪い経験をした女性たちっていうのは声を上げることはできないですよね。すごく難しいと思います。だからこそまだまだ世間の多くの人たちはあまりこの問題を真剣には捉えていないなと。それを訴え出れないっていうのは、その背景にはやはり声を上げてしまったら検索されてしまうわけですよね。ご自身の動画を。それで楽しそうにやってるじゃんっていう風に、自ら楽しんでやってたんじゃないのっていう風に動画の中のご自身を指さされて言われた時にものすごく傷ついたっていう風におっしゃる方も多いですね。相談者さんがおっしゃる言葉で、撮影中は無だったっていう風におっしゃる方がすごく多いんですね。自分の意に沿わない性的な行為を受けているということなので、自己防衛本能として乖離っていうような現象があるんですけど、これは私じゃないみたいな感じで乖離してしまうっていうことが起きているかと思うんですけど、撮影中にある方はやめてっていう風に言ってやりたくない、もうやめたいっていう風に散々泣いて言ったけれども、それも演技っていう風に捉えられて、そのまま撮影を続行されたりですとか、悔しくて涙を流された方、涙を流されている時にカメラを顔にアップにされて、なんで泣いてるのっていう風に聞かれて、気持ちよかったからっていう風に答えたそうなんですね。でこれっていうのはやっぱりそう言わないと撮影が終わらないから、とにかく早くことが終わってくれるようにスムーズに進めようとか。幸い私はやめることができたんですけど、やっぱりまだ怖いですよね。自分の家族とか友達が動画を偶然見てしまうんじゃないかって、それを考えると常に不安だし、人と会ったり外に出るのもやっぱりためらってしまいますね。やっぱりインターネットから完全に消すってことはできないわけじゃないですか。だから未だに誰でも見れるっちゃ見れるし、それがすごく辛いんですよね。多いのがやっぱり見バレした結果、家族から感動されてしまうような形になったりですとか、結婚しようと思っていた婚約者にバレて破棄された、結婚して今子供が生まれたんだけれども学校でいじめられるんじゃないかとか、その子の将来にすごく影響があるんじゃないか。撮影っていう行為自体がやはり同意のない性的な行為を一方的にされるわけですので、その時の PTSD ですとか、心身の体調を崩されてしまって社会復帰が難しくなってしまわれる方、仕事ができなくなってしまう方もいらっしゃいます。Keep in mind, all the stories and statistics we have are just from reported case, and we can easily guess in Japan, many of them probably don't even seek help or talk to anyone. But maybe what's more painful is, after they quit, how many of them can find any second career and work in Japan just like nothing has happened? This is Yuri Komuro, who used to be one of the top-class actresses during the late 90s, when Japan's porn industry was booming a lot.
Anyone watching porn in Japan at that time, I'm sure they all recognize her because she was extremely popular and famous. But even with that popularity and status at that time, she suffered a lot after retirement. それは偏見の目。はい。前やってたから信用できない。そうですそうです。私ビジネス交流会に入ったって言いましたけど、その中でもいや仕事できないしって言われたことも正直ありましたし、小室ゆりでこう検索して、元 AV みたいなのが出てきた瞬間に、うち無理だからってもう門前払い何度もくらったので、はい。誰とは言わないけど、某大企業さんの秘書、ちゃんと秘書検定も持ってて最終選考まで残ったそうなんです。もともとアダルトやってたっていうのが分かって最後ダメだったなんていう話も聞きましたね。辞めた子たちが一般社会に戻るとですよ、私みたいなじゃあ経済効果60億あります、売上100万本叩き出しました、今実業家やってますっていう女性でもたった1本裏に近いビデオに出てた人でも世の中的なくくりは元 AV 女優だけなんですよ。生産業に関わってる女性、関わってきた女性っていうだけで次のキャリアを作らせてもらえない社会の風潮を感じるんですよ。ここまで分かって業界の人間たちが女の子と接してくれてるのかな。やっぱり一般社会に戻ったら、いわゆる何もなかった時の社会生活って正直難しい。できる方も中にはいるけど、やっぱりどこかでバレるリスクっていうのを抱えながら生きていかなければいけないっていうのは変わらない事実だと思うので、どんなにね楽しかった思い出も振り返ってみたらやっぱりやるんじゃなかったっていう女性が多くなるのは必然ですよね。その反問でこう出てくるのが、その自分が出たのが悪いでしょ。自分が出るって決めたんでしょって。確かにそれはその通りなんです。なんで自己責任としては自分で責任を負わなきゃいけないところっていうのはあると思うんですけど、私のところに集まってきてる声、3年前に AV 出ました。でもそれはやむにやまれる事情でもう半分騙されたみたいに連れてこられて、私がやらなかったらここの現場の人たちがみんな困っちゃうっていうようなもう環境が作られた状態の中にバーンと放り込まれて、でもうしょうがなかった。でもその作品が今も残ってて、名前もインターネット上にある。じゃあ契約書書いたんでしょ、ハンコ押したんでしょ。その契約書を19、20歳の女の子が弁護士も入れずにリーガルチェックもせずにですよ、きちっと読み込んで自分にとって不利がないかを確認して、ハンコが押せますかって今だったらわかる。その契約書には女性にとってプラスになることって書かれてなかったんですよね。でも今の女優さんのギャラって私たち20年前に活動させてもらってた女優の10分の1以下って聞いてるんですね。費用対効果悪くないですか日本ってだってノーっていう文化ないじゃないですか。あと周りに迷惑をかけないっていうね文化の中で私たち育ってきてるので、最初カップスに入った時は、いや全部分かっててそれでも楽しんでやってますっていう、AV やりたくてやるんだったら別にいいよねっていう風に、だけど被害はなくさなきゃいけないよねって思ってたんですけど、見ていくうちにやっぱり全て同意の上できちんと納得のいく判断ができる精神状態だった上でアダルトビデオを始めたっていう方ってこんなにもいないんだっていう風に思った時に、やっぱりこれは人権侵害の上に成り立っている産業なんだなっていうふうに思わざるを得なかったですね。この問題は2016年に世間に知られるようになりました。東京にある人権団体がその強要問題などの被害について世間に公表したことがきっかけです。その年の6月には大手 AV プロダクションの社長など3名が労働法違反で逮捕されました。当時のニュースによると容疑者たちは20代の女性を出演しなければ大金を払えと脅し、もし必要とあらばその女性のご両親から金を要求すると言ってきたそうです。こうした事態を受けて AV 業界ではルールや規制を課していく動きが始まりました。
2017年の4月には AV 人権倫理機構という団体が立ち上がりました。女優やプロデューサー、配信会社だけではなく、法律の専門家たちも加わった人権を守るための特別委員会になります。今回は彼らの取り組みについて伺っていきたいなと思っております。で、それでもちろんアダルトビデオ業界はすごい、バッシングに遭うわけで、これ本気でちょっとアダルトビデオ業界ちゃんとしようと。弁護士2人と学者2人の4人で人権倫理委員会が立ち上がって、一番初めにやらなきゃいけなかったのは2つで、契約書がちゃんと読まんとサインしてますよね。で、非常に不利なサイン。だから契約書を我々が作ったスタンダード版を使ってくださいと。常用に不利にならない契約書、統一契約書を作って、それを必ず使ってもらう。で、もう一つは、アダルトビデオじゃありませんと言って勧誘してきて、アダルトビデオに出して現場で説得したりと。これをやめると。だから必ず初めに女優さんを勧誘するとき、ホームページも含めて、これは AV ですと。で、しかも AV って何なのかわからん子たちがいますから、それの説明をすると。で、その説明してる面接場面をビデオに撮るとかね、証拠を作ったりしていうのを決めたっていうのが最初の動き。5年経ったやつは昔の契約では永遠に使えるって書いてあるけども、配信5年経ったやつは配信を止めてくれというと、調整があったとかなんとかなって無条件に止めると。訴訟して勝てるとしてもですね、自分が出られた作品を全部調べて、それで出たメーカーを全部訴えて、自分の出た作品を特定して訴訟しないと。で、全部と戦う。大変でしょ。ところが自主規制だから、それで我々が受けて、各メーカーにまず調べてもらって、その女優さんがどのメーカーのどれに出てるか、ざーっと一覧表を作って、で、一斉にスポッと決めるんです。これはすごいです。実際にこれまで1万以上の作品を販売停止してきたそうですし、その他にも様々なルールや規制を AV 人権倫理機構は作ってくれました。業界がいい方向に向かっているように聞こえると思うのですが、まだまだ残された課題もあります。メーカーで加盟してるのは200何社で、プロダクションが70役。登録も届け出も何にもいらない業界ですからね。で、監督官庁もないですから。会社の数というのでいくと、社長とばかりの一人で女優連れてきて、社長が監督と男優を兼ねてるとかいう、そういう会社もありますので、数的には全部は入れられる。で、今我々が課したルールをきっちりやろうと思うと、もう少しちゃんとしたところになると、多いですからね。AV 人権倫理機構が責任を一応持つっていう風にしてるのは販売を停止するっていう部分だけなんですけれども、もう販売されてしばらく経っていればもう拡散され尽くしてしまっているわけですので、違法に拡散されてしまっているプラットフォームってたくさんありますので、ネット上で自分の名前、あるいは芸名を検索したら出てきてしまうっていう、それがやっぱり恐怖であるわけなので、販売停止ができてもやっぱりその後、被害はずっと続くっていうことですね。で、ただそれはね、合法部門ですよ。で、非合法が2大部門。海賊版。で、海賊版の方が多分ね、見られてるという意味では見られている。それから、いわゆる無修正というね、モザイクがついてなくて、日本であれば逮捕される。で、アメリカからやってるから、アメリカが協力しない限り逮捕できる。両方の売り上げ足すと多分合法より大きいと。我々が今関与しているグループをもっと健全にしようでぎゅうぎゅうこう、いろんな義務を課していると、やめて、外に出て無修正業者になっちゃったり、日本でやってたらダメなら、女の子を誘って台湾に旅行に連れて行ってそこでやっちゃえばしまいとかね、そういう話になる。To make things worse, this is happening in Japan recently with the rise of the internet and smartphone, and it's often distributed as commercial porn, meaning the audience think that's acting and it's okay to watch just like any other porn. And quite often, they are titled like this to justify the action and humiliate the woman. パップスの中では、削除事業っていうのを行っていて、やっぱりアダルトビデオだったりとかリベンジポルノ、児童ポルノっていうのは一回ネットの海に流れてしまうと拡散されてしまう。アダルトビデオの中にもリベンジポルノものっていうものがあったりするので、
こういったものってお金になるんだ、自分が撮ったこれって価値のあるものなんだっていう、しかもそれが販売できる、投稿できるプラットフォームっていうのも実在していて、そういったところに上げることでやっぱり荒稼ぎしてできてしまうんですよね。特にリベンジポルノの問題の場合、被害者を貶めるという明確な目標を持っている方が多いので、個人情報を一緒に書いたりする方も多いです。知りもしない人たちからごちそうさまだとか、僕にもそういうことしてくれるんですかっていうような匿名のメッセージだとか、そういったすごく悪質なハラスメントを受け続けるっていうこともあるんですね。消費する人たちは好き勝手に容姿だとか、その人の人格に関して好き勝手な品評をするわけなんですよね。それを見てすごく傷つかれる方も多いですし、海外にも流れてしまった場合は日本の法律が適用されなくて、海外の法律とも手を合わせていかないといけない。プロバイダーだったりとかに削除してくださいっていう書面などを送った時もあるんですけども、そもそもその住所が存在してなかったりとか、電話番号書いてた電話番号に電話しても繋がらない事業者だったりも、やっぱり共通して言う言い訳みたいなものってあるなって私は思っていて、いや相手の女は不倫していたような女なんだからこういうことをされても仕方なかったんだとか、やっぱり拡散投稿した人だけではなくって、それを消費する側の方々も人権侵害に十分加担しているっていうことを改めてお伝えしたいですね。本当になんで問い合わせちゃったのとか話聞くと、それも本当理由がいろいろ、断れなかった、嫌われたくなかったからっていう女性もいるし、あとも盛り上がっちゃって、もうノリで行っちゃったみたいな、ノリで OK ってなっちゃった。ジェラシーの強い女性で、AV 見るんだったら私の見て、みたいな感じで取られちゃったパターンとか。一つ、相手をジャッジするものとして、撮ってもいいって聞かれた時にやっぱりちょっと相手警戒しなくちゃダメですよね。だって思いやりある人だったらさ、きっと撮っていいなんて言わないですよね。好き同士の時ってやっぱりお互い一番信頼してる間柄だから、そんなことするわけないって信じてるのはすごくよくわかるんですけど、お互いに共依存し始めると、別れた時のどっちかの憎悪感ってすっごく強くなるから。AV を見ている人たちを責めるっていうのはフェアじゃないと思うんですよね。実際どの AV が合法で同意のもとで撮られているのかっていうのはわからないわけですから。ただすごく分かってほしいと思うのは、私のように全く自分の意思に反して出てしまった女性たちもいるし、その動画は一生インターネットのどこかには残っているということ。それだけじゃなく、私のように精神疾患で、もしかしたら一生苦しみ続ける女性もいると思うんですよね。家族から縁を切られるとか、会社をクビになるとかだけじゃなくて、中にはトラウマで自殺をしてしまう女性もいるし、AV を見る見ないにかかわらず、そのことはやっぱり知っておいてほしいですね。女性の性っていうのは人権なので、大事にするとかそういう問題のレベルじゃないんですよ。権利なので、人として生きる権利なので、性は、そこを心の面でも体の面でも法律の面でも作る側のスタッフさんが勉強したりとか理解をしたりとか研修を受けたりした上で取り組まなきゃいけなかったんじゃないって。その画面の中にいる人が今あなたに裸を見られていいと思ってるかどうかなんて同意の取りようがないわけですよね。だけれどもその人の同意を取ろうなんていう発想も生まれない。それっていうのはやっぱりこれだけアダルトビデオってものが氾濫している中で、人の動画を、人の性的な画像を勝手に見る、消費するっていうことがあまりにも当たり前になってしまっているから、私たちの元に届いているだけでも少なくとも500以上の相談があるわけですよね。じゃああなたの見ているそのアダルトビデオの中にいる人は、裸をあなたに見られることを同意してると思いますかって問いたいですね。